ペンネームゆきさん、20代の女性から届いた相談です。こんにちは、はじめまして。29歳の女です。私は幼き頃、教育熱心な母に育てられ、常に人と比較され、母のレールに乗るためにいろんな葛藤を抱えながら自分なりに生きてきました。中学生になる頃、交友関係や自分に対する肯定感のなさ、様々な問題に直面し、母の望まない日々を送るようになりました。うまくいかない日々、自分に対する不甲斐なさ、また母に対する恨み、誰かのせいにすることで自分の問題と向き合わず、それは堕落した日々でした。その後の生活は長くなるので省略しますが、母は私を様々な施設に入れ、私はそれに反発し、落ちるところまで落ちました。年月が経ち、心もそれなりに落ち着き、さあ、私はどう生きるか、そう考え行動すると、自分の欲深さに気づきました。そして自分の欲によって自分の幸せを失うという恐怖感に襲われるようになりました。いろいろと調べ、般若心経を勉強することもありましたが、無欲になることなんてできない、無欲になることを望まないとそっぽを向いてしまいました。私の母に似て、人を支配したり思い通りに動かそうと思ってしまいます。私の思い通りにいかないことがあると、悪霊が乗り移ったかのような錯覚を覚えるほどに怒りが湧き上がり攻撃的になります。そうした自分を直したいと思い、カウンセリングを受け、そして大悟和尚の動画へとたどり着きました。さらに仏教を知りたい、自分を見つけ直したい、真理を知りたい、お釈迦様の教えを学びたいという思いで溢れていました。そうした中、母が数年前から励んでいる宗教を紹介され、何度か足を運びました。仏教を勉強したいんだと、位の上の人に相談すると、そういった講座もあるから、仏教を勉強するならうちが一番と言われ、信じて入信しました。すると、講座に入るまでに3人を紹介しなければならない。それも修行であるということ。目には見えない先祖の因縁や背後霊を持ち出され、恐怖からお布施へと変わるシステムに違和感を覚えました。私は距離を置くことに決めました。自分の考えとあまりに離れていたからです。このような私には仏教を信仰する資格がないのでしょうか。日本の中で一番の教えだ。天皇が亡くなった時にお経を読むお坊さんがうちにはいるんだと何度も話されてきました。そんな日本一の宗教の下で、さじを投げる私は仏教を勉強する資格がないのでしょうか。私は仏に理想を抱いているのでしょうか。正直、私は信仰において誘われてやるものではないと思っています。それゆえに人を誘ったり強要はしたくないのです。お手すきの際、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。仏教に下道という言葉があります。外の道と書きます。で、これは悟りを得る道である内道、内側ですね。内の道に対して悟りを妨げる、悟りを得ることができない外の道。そう書いて、下道と読むわけですね。世の中には様々な教えがあります。仏教と一口に言っても様々な教えがあります。で、この様々な教えが昔は仏教とは何かって言われた時それがわからなかった。けれど今は本を読んでも、いろいろインターネットで調べても、仏教とは何かという一つのテーマを掲げたとしても、それが何かを自分で調べて知ることができる。仏教は2600年の歴史を持ちます。お釈迦様が悟りを開かれ、そして教えを説かれた。それはもう今から2600年前のインド、現在のネパール領域である北インドの地で生まれたお釈迦様が29歳で出家をし、35歳で悟りを開かれ、
そして80歳でお亡くなりになるまでの間、ずっと説かれた教えが仏教です。で、この仏教がお釈迦様がお亡くなりになった後、様々なその教団の律と呼ばれるルールに対する解釈、その解釈の違いによって、お釈迦様の亡くなった後ですね、100年が経ち、200年が経ち、だんだん、その社会の環境も変わったり、人々の口から口へ伝えられていくお釈迦様のその教えも、そこの中に、ゴシップのようにですね、様々な解釈が付け加わったり、あるいはそこに、その仏教以外のキリスト教とか、それからヒンズー教とか、いろいろな教えが、仏教がですね、インドからその他の地域へどんどん伝播していく、この過程で、その土着の宗教であったり、様々な大きな影響力を持つ宗教の影響を受けて、少しずつそこの中に様々なその他宗教からの神様を取り入れて新しい仏様が作り出されたり、それからお釈迦様の教え自体が少しずつ変容していったりっていうふうにして日本に伝わってきて、この日本の中でも何百年という歴史の中でですね、どんどんそこに尾ひれがついてきて、仏教って一口で言っても様々な解釈をする人、様々なその仏教と称する名前によってですね、いろんな教えが説かれているんです。伝統仏教と言われる日本の仏教の中でもおよそその元々のお釈迦様の教えとは大きくかけ離れた手をそうしているという教えもあったりします。でも過去の人たちにとったらお釈迦様の教えということをね、辿ることができなかった時代があったんですよ。で、また、その、様々な、その、祖師方。つまり、仏教の伝道者たちですね。私たちのよりずっと先輩僧侶たち。もう、これこそがお釈迦様の教えだと。これこそが人々に安心をもたらすんだと、そう信じて突き進んできた。そこに悪気があったわけではないんですけれども。それがですね、どんどんこの時代を経るごとに、その変容していくということがあったということが、現代は調べられる時代になりました。今、私たちはインターネットとか本とか、世界中の文献を取り寄せて調べたり、読んだり、学んだりすることができるんですね、自分でね。で、この、例えば仏教ということについても、それを知ろうとする。それを広く知識を求めていこうとすれば、仏教とは何かということの全体像っていうのはですね、自分でも調べていくことができるんですね。で、まず、この仏教に興味を持たれたり、仏教を学ぼうという方々に、ぜひね、知っておいていただきたいことっていうのがあるんです。それは何かというと、仏教というのはお釈迦様の教えであるということです。これが原点です。で、このお釈迦様の教えを、その後の時代の人たちが、できるだけそのお釈迦様の教えは何であったかということを求めながら、人々にいかにそれを伝えていくかということを、それぞれの時代でそれぞれの過去の天才たちが工夫をしてこられた。で、このこと自体は、本当私も別にそういう事実があったんだということは、とても大事に思っておりますけども、現代の人たちは、このね、今、この時代に生きていながらにして、様々な研究の成果をもとに、この前の時代はどんな時代だったんだろう。その前の時代はどんな時代だったんだろう。この出来事の前にその前に何があったんだろう。その前に何があったんだろう。ということを調べていくことができるんですね。で、そのような視点を持って物事の本質とかあり方を見ていくという見方。そして、そもそもこの原点って何だったんだろう。その原点を求めていくという姿勢。これを持って物事を検証していく、見ていくと、
仏教とは何かということが見えてくるんですね。その物事の本質は何かということが見えてくるんです。さて、ゆきさんが今入っておられるその宗教ですね。お母さんからの紹介があってというその宗教。で、その宗教が何かということは私も知りませんし、人間の信仰っていうのは別に人から押し付けられることではないので、私がその宗教に入っておられる方々ね、その方々がどんなことを信じておられるか、それは間違ってるとか合ってるとか、そんなことを言う筋合いはないんです。だけれども、もし、ゆきさんが仏教を本当に知りたいと思うのであれば、その仏教とは何かということを明らかにしていただきたいんです。それは何かというと、お釈迦様の教えです。そして、このお釈迦様はですね、の教えであるということ。そして、お釈迦様は何をおっしゃったかと言ったら、それはですね、ご先祖様とか神様とかではなくて、お釈迦様の教えを頼りに生きていきなさい。そして、そのお釈迦様の教えと照らし合わせて、自分自身を頼りに生きていきなさいというのが仏教です。もう一度言います。お釈迦様の教えは何かと言ったら、お釈迦様の教え、これはつまり真理ですね。それはお釈迦様がそう言ったからというんじゃなくて、私たちの生きているこの世の中っていうのはどうなっているのかというその原則ですね。例えば諸行無常。世の中のありとあらゆる事象は、時々刻々と移ろいながら、死滅に向かって移ろいながら、存在しているんだ。つまり移り変わっていっているんだ。という、この世の法則。であるから、私自身もどんどん変わっていっているんだと。だから何かに執着し続けているうちに、あっという間に私の命というのは終わってしまうよ。何かに執着して固執して、私はこうで変わらないんだってずっと思ってたら、世の中はどんどん変わっているのが実態なので、何も変わらないものがあると思い続けたら、そこに執着し続けたら苦しいですよ。っていう、例えばね、それが諸行無常であったり、諸法無我であったり、仏教の根本的な、宇宙の、この世の捉え方なわけですけど、ね、例えばそんなことをお釈迦様はおっしゃっているわけです。お釈迦様は私を信仰しなさいとかね、私が神様ですとか、ご先祖様が動くことでたたりますよとか、そんなことはおっしゃらないんですよね。だからこの仏教の原点というところをずっと辿っていくと、お釈迦様の教えというのが、およそお釈迦様はどういうことをおっしゃったのかということがだんだん分かってきます。ね、とにかく仏教というのはお釈迦様の教えであるということがまず根底にある。ここを必ずね、仏教を勉強する上で現代の人たちに押さえておいてほしいんですね。で、言います。例えばですよ。この今、ゆきさんが信仰しておられるその宗教、それがどんなものであって、そしてそれを信仰している人たちが間違っているとか、私はそんなことは言いません。信仰というのは本人の自由ですから。ね、狐様を信じようが、狸様を信じようが、象さんを信じようが、猫ちゃんを信じようが、それはもう本人の自由です。それをああだこうだ私が言うことはない。けれども、仏教だというのであれば、そこにね、もし本当にゆきさんがおっしゃるようにそこの教団で語られている、ここに書いてあるような言葉をそこの教団の人が言うとしたら、それは仏教ではないということを私は仏教者としてはっきり申し上げなければいけない。それは例えば何か。いいですか。日本の中で一番の教え。これもおかしな話なんです。仏教というのは日本、アメリカなのに関係ないんですね。2600年前に日本という国を知らずにしてお釈迦様が説かれた教えですね。お釈迦様は日本なんていう国があるということ、そして今は存在しているなんてことは多分ご存知なかったと思います。だから日本の中で一番の教えだ。そんなことは仏教と関係ないんですね。また、天皇が亡くなった時にお経を読むお坊さんがうちにはいるんだ。お釈迦様にとって日本の天皇なんて関係ないんです。
天皇が亡くなった時にお経を読むか読まないか、そのことは仏教には1ミリも関係がありません。わかりますよね。2600年前にお釈迦様が説かれた苦しみを手放して私たちの心に安心をもたらす具体的な道しるべ。それが仏教です。そこに天皇とか日本とか日本一とか関係ないんですよ。根本的にそれは仏教とは関係ないということをまず理解していただきたいんですね。そして、この講座に入るまでに3人を紹介しなければならない。こんなことも仏教のルールの中ではありません。むしろ仏教の教団にサンガに、例えば修行僧として入るんであれば、それは戒律の中にですね、その僧が認めないと、何人以上の僧が認めないとその人を教団に入れない。そういうことはあります。けれども、新しい信者さんを3人連れてこないと、10人連れてこないと入会させないみたいなことはありません。仏教のそのサンガの中にはね。それから、目に見えない先祖の因縁とか背後霊、これも仏教の中では一切登場しません。っていう部分を取ってみてしても、これは仏教ではないということが断言できます。で、仏教でないんであれば、私は別にそれは仏教でないのでね、背後霊を信じる宗教があっても別にいいでしょうし、3人誰かを連れてこないと入信させませんよという宗教があってもいいでしょうし、それを信仰するのは自由です。天皇が亡くなった時にお経を読むというお坊さんがいるという教団、そういう教団であっても別にそれは別に構わないことだと思います。なので、その教団に対しての批判を私はしているわけではないし、だけれども、これが仏教であるというのであれば、私も一回の僧侶として申し上げなければならないことが、それは仏教ではない。大事なこと、肝心なことは何かというと、ゆきさんが本当に仏教を求めたい、そして私の一問一答をご覧になっているのであれば、自分で調べて、自分で仏教とは何かということを知る努力をなさってください。そうやって自分でね、数冊本を買って読めば、おそらく仏教とは何かということは見えてくる。それが可能な時代なんです。なので、処方箋です。ゆきさんが、その日本一の宗教の下でさじを投げる私は仏教を勉強する資格はないのでしょうか？それから私は仏に理想を抱いているのでしょうか？その質問自体が、ゆきさん、仏教を1ミリもかじってない。私の一問一答すらちゃんと見てないっていうことになったりします。もう一度、もしゆきさんが本当に仏教を学びたい、仏の教えを知りたいというんであれば、いいですか？これはもう、本屋さんに行って、仏教の本を10冊買って読んでください。で、仏教とは何かっていうことをもっと広く学んでください。でね、リキさんが私は信仰において誘われてやるものではないと思って、それゆえに人を誘ったり強要したくはないです。これは当然正しい感覚です。仏教というのはどちらかというと、病院みたいなものです。それどういうことかというとね、普段私たち健康な時って病院にあまり行きませんでしょ？けれども私たちの心が病んだ時に病院に行きます。そしたら処方箋をもらったり、どうしたらいいですよ、アドバイスをいただいたりします。それをですよ、街中歩いていっていきなり誰か捕まえて、あなた仏教に入りなさいって、そういうことは基本的にはしません。それはサンガの姿勢としてしません。ですから、今、ゆきさんが信仰しておられる宗教、それはその宗教として、全然ありだと思うんです。ただ、ゆきさんがもし仏教を本当に求めたいと思われるのであれば、先ほど私がこのゆきさんの文章の中から取り上げた点において、大いに仏教とは違う、かけ離れた教えであるということは断言できます。その上で、ゆきさんがもし仏教を本当に勉強したいと思うのであれば、広く
様々な先生の本ね、仏教を調べてみると出てきますから、それを買って読んでみてください。信頼できる教えとしては、例えば、スッタニパータというお経があります。これは本当にお釈迦様の生きておられた時のお釈迦様のですね、オリジナルの教えに限りなく近いと言われている経典で、それはもう世界中で共通している、仏教学者の共通の認識ですね。それとかダンマパーダという本があったりします。この二つを買って読むだけでも仏教というのはどういうものかというのが分かったりします。その他その仏教概論的な本とかね、そういう本を様々な先生書かれた本がありますから、求めて読んでみてください。そういうのを読まれるだけで仏教というもののイメージが変わると思います。ということで、ゆきさんね、仏教を勉強したいんであれば、自分で今はいろいろと本とかインターネット等でもですね、その本を取り寄せて読むことができる。インターネットの記事も大いに参考になりますが、できれば本を読んでみてください。自分のこれ気になった本を読まれればいいので、人から強要されるものではありませんよね。ということで、自分で調べる。そして自分の頭で考える。仏教お釈迦様はそれを大いに奨励なさった。そしてそこに背後霊とかご先祖様の霊とか、そういった脅しを一切かけません。自分自身を頼りとして生きなさいというのは仏教です。でもいきなり自分自身を頼りにするということはできないので、お釈迦様の教えた仏の教えということをそこに拠り所としながら、最終的には自分自身を頼りとしていく。そのような自分を作り上げなさい。そのような自分を鍛錬して育てなさいというのが仏教であるということをね、ぜひ理解していただきたいと思います。ゆきさん、大いに仏教をこれから勉強なさってください。